深夜2時、総合病院の待合ロビーで一人だけ長椅子に座っている自分を想像してみてください。頭上の蛍光灯は昼間と全く同じ明るさで、床にはワックスの匂いがうっすら残っていて、自動精算機の画面だけがやけに白く光っています。壁の時計は音もなく針を進めていて、スマホの画面を確認すると、思ったよりも時間が進んでいないことに少し戸惑ってしまいます。こんなにも長く座っていた気がするのに、まだ数分しか経っていない。時間の感覚までいつもと違って感じられます。なのにあの場所は昼間とは全く違う顔をしています。なぜ深夜の総合病院の待合ロビーはこれほどまでに眠れないほど静かなのでしょうか。誰も答えを教えてくれないまま時間だけが静かに過ぎていきます。岩観考察ラジオへようこそ。今日取り上げるのは、多くの人が一度は経験している夜間受診や家族の付き添いという場面です。小さな子供の発熱で救急外来に駆け込んだ夜、年老いた親の付き添いで朝まで病院に居続けた夜、自分自身が体調を崩して一人で受診した夜、思い返せば誰にでも一つや二つそんな夜の記憶があるはずです。まずは昼間の病院の待合ロビーを思い出してみてください。呼び出しのアナウンスが繰り返し響いて、子供が泣いていて、誰かの咳払いが聞こえて、長い椅子はほとんど埋まっています。診察までの時間が長すぎて、スマホを何度も見てしまう。あの落ち着かない感じ、多くの人が経験しているはずです。あの喧騒を知っている人ほど、深夜の待合ロビーの静けさに違和感を覚えるはずです。同じ椅子、同じ照明、同じ受付カウンター、見慣れたはずの光景が、なぜか全く別の場所のように感じられる。なのに座っているのは自分一人だけ。なぜあれほど人であふれていた場所が、数時間後にはこんなに空っぽになるのでしょうか。昼と夜とで、これほど姿を変える場所は、案外少ないのではないでしょうか。これが今日の最初の違和感です。具体的な場面を思い浮かべてください。家族が急に体調を崩して、救急外来に付き添うことになった夜、処置室に呼ばれた家族を見送って、一人だけ待合ロビーに残される瞬間、長い椅子はどこも空いていて、どこに座ってもいい自由さが、逆に落ち着かない気持ちにさせます。普段なら座る場所を選ぶ余裕なんてない場所で、選び放題であること自体が、少し奇妙に感じられませんか。隣の椅子にも、その隣の椅子にも、誰も座っていない。自分の存在だけが、その空間にポツンと浮いている感覚。これは多くの人が、一度は感じたことのある感覚のはずです。手には、自動販売機で買った、温かい缶コーヒーがあるかもしれません。コインを入れる音が、やけに大きく響いて、取り出し口の光が眩しく感じられます。昼間なら気にも留めない。その小さな光と音が、深夜のロビーでは、妙にはっきりと存在を主張してきます。こんな些細なことに、気持ちが引っかかるなんて、自分でも不思議に思うかもしれません。でもそれこそが、この場所の静けさの深さを、物語っているのではないでしょうか。温かい缶を両手で包み込むと、少しだけ気持ちが落ち着きます。小さなぬくもりだけが、今この瞬間の自分を、現実につなぎ止めてくれているような、そんな感覚さえ覚えます。ここで2つ目の場面に移ります。壁際に設置されたテレビには、誰も見ていないのに、深夜のニュースや通販番組が流れ続けています。音量は小さく絞られていて、声はくぐもって聞こえてきます。誰も見ていない画面に向かって、
アナウンサーが話し続けている。音はあるのに会話が消えている。この感覚に気づいたとき、少し背筋がヒヤリとしませんか？昼間なら誰かがチャンネルの話をしたり、音量に文句を言ったりする場面です。でも深夜は誰もいないから、テレビだけが勝手に喋り続けている。なぜ誰も見ていないのにテレビは腐れないのでしょうか？おそらく病院の運用上の理由があるのでしょう。でも体の感覚としては、その説明よりも先に落ち着かなさの方が届いてきます。蛍光灯がわずかにじーっと音を立てて、換気扇の低い音が奥から聞こえてきます。普段は聞き取れないはずの建物そのものの音がやけにはっきりと耳に届く。自分の足音が思ったより大きく床に反響していることにも気づきます。その時、入り口の自動ドアが誰もいないのに一度だけ開きます。外からの風を感知しただけかもしれません。でも一瞬、誰かが入ってきたのかと思って思わず顔を上げてしまう。そこには誰もおらず、ドアはゆっくりと閉まっていきます。説明できる仕組みだと分かっていても、心臓が一つ大きく跳ねるのが分かります。これが一つ目の不穏な残です。音のない場所ではなく、音があるのに人だけがいない場所の方が実は落ち着かなさが強いのかもしれません。なぜでしょうか？音があるということは、そこに何かの生活の続きがあるということです。なのに会話がなく、反応する人もいない。その断絶が静けさそのものよりも強い不安を連れてくるのではないでしょうか。考えてみれば、私たちは日常の中でも似た感覚を経験しています。誰かに話しかけたのに返事がなかった時、その一瞬だけ場の空気が変わりますよね。深夜の待合ロビーで感じるのは、その感覚がずっと続いている状態です。テレビは話しかけてくる。でも決して返事は来ない。その一方通行の会話が延々と繰り返されている空間に、自分だけがポツンと座っている。これは想像以上に神経を静かに削っていく感覚かもしれません。さらにもう一つ気になる場面があります。窓の外に見える救急搬入口です。普段は救急車の音や慌ただしい動きで意識することのない場所です。でも深夜そこにライトだけが灯ってて、誰も出入りしていない様子を見ると、いつでも何かが起こりうる場所が今だけ完全に止まっている。その静止した状態を見てしまうことがなぜか落ち着かない気持ちにさせます。いつも動いているはずのものが止まっている姿を見ると、人は妙な違和感を覚えるものなのかもしれません。視線を室内に戻すと、今度は病棟へ続く連絡通路が目に入ってきます。昼間はストレッチャーが行き交い、看護師や職員が忙しく歩いている通路です。でも深夜のその通路は、天井の非常灯だけがポツポツと灯り、奥へ行くほど灯の色がわずかに青みを帯びて見えます。その先に何があるのか、昼間なら気にもしない通路の奥が、今だけは妙に気になって目を離せなくなる瞬間があります。奥まで続く通路の先が暗闇に溶けて見えなくなっている。その見えない奥行きを想像しただけで少し落ち着かない気持ちになりませんか？この感覚は一つの病院だけの話ではないはずです。全国どこの総合病院でも深夜の待合ロビーはきっと同じような静けさに包まれています。同じ配置の長い椅子、同じ規格の蛍光灯、同じような案内表示、全国どこにでもある。似たような設計だからこそ、多くの人がどこかでこの感覚に心当たりを持っているのではないでしょうか。自分が経験したのはあの病院だったとしても、語られている違和感は
もっと広い範囲で共有されている感覚のはずです。さて時間は進んでて、処置が終わり会計を済ませる場面です。夜間受付の窓口はすでにシャッターが半分閉まっていて、自動精算機だけが明るく光っています。画面の光がやけに白く、その白さに自分の顔が浮かび上がって見えます。ガラスに映る自分の顔をこんなにはっきり意識することは昼間にはあまりありません。精算を終えた外に出ると、今度は駐車場までの道のりが妙に長く感じられます。街灯はあるのに、建物から離れるほど暗さが増していきます。車まで数十メートルのはずなのに、足音だけが響いて、その距離がいつもより長く感じられる。早く車に戻りたいという気持ちが自分でも驚くほど強く湧いてきます。途中ですれ違う人は誰もいません。自分の吐く息が夜の空気に白く溶けていくのを見て、ここにいるのは今この瞬間自分だけなのだという事実をやけにはっきりと意識してしまいます。駐車場の白線だけが街灯の光を受けてやけにくっきりと浮かび上がっています。これが2つ目の不穏な残です。安全なはずの病院の敷地内で、なぜこれほど早く車に戻りたくなるのでしょうか。車に乗り込んでドアを閉めた瞬間、急に音が遠くなって、自分だけの空間に戻れたような安心感に包まれます。ナビの画面には帰宅予定時刻が表示され、明日の予定や渋滞情報がふと頭に戻ってきます。この落差にこそ今日の違和感の正体が隠れています。ここまで見てきた場面を一度整理してみましょう。昼間はあれほど人でにぎわっていた場所が、夜になると人だけが抜け落ちてき、建物と光と音だけが残ります。病院という場所は本来なら人のために作られた場所です。受付も椅子もテレビもすべて人が使うことを前提に設計されています。なのに人がいなくなった瞬間、その場所は急に自分の役割を果たせなくなったように見えてしまいます。椅子は誰も座らないまま並び、テレビは誰も見ないまま喋り続け、案内表示は誰も読まないまま光り続けます。これは病院に限った話ではないのかもしれません。考えてみれば、駅の待合室も役所のロビーも昼間は人でにぎわい、夜には同じように空っぽになります。でも病院の待合ロビーが特に強い違和感を連れてくるのには理由があるように思います。駅や役所は自分の意思で訪れる場所です。でも病院に来る夜は大抵予定していなかった夜です。体調を崩した家族に付き添って急にその場所へ運ばれてくる。心の準備がないままその空間に放り込まれるからこそ、いつもより敏感に場所そのものの異変を感じ取ってしまうのかもしれません。普段なら気にも留めない椅子の配置や照明の色合いや床の質感までやけに鮮明に目に飛び込んでくる。これも今日の違和感を強めている一因なのかもしれません。もう一つ理由があるとすれば、病院という場所が持つ特別な意味かもしれません。病院は本来誰かが誰かを気にかけるための場所です。体調を尋ねられ、状態を説明され、誰かに見てもらうことを前提にすべての空間が設計されています。その前提が消えた深夜の待合ロビーは誰にも気にかけられていないという感覚をより強く連れてくるのかもしれません。普段は気にも留めないこの場所の本来の役割が、人がいなくなった瞬間に急に浮かび上がってくる。人のために用意された空間から人だけが抜け落ちた時、そこに残るのは目的を見失った明るさです。私たちが深夜の待合ロビーに感じる落ち着かなさは、
何か特別な存在への恐れではなく、役割を果たせなくなった場所を無意識に感じ取っているからなのかもしれません。普段私たちは場所そのものを意識することはありません。椅子に座り、受付を済ませ、呼ばれたら立ち上がる。その一連の流れの中でしか待合ロビーという場所を認識していません。でも深夜のようにその流れが完全に止まった時、初めて場所そのものの姿がむき出しになって見えてきます。椅子だけがそこにあり、光だけがそこにあり、音だけがそこにある。人という主役がいなくなった舞台を一人で眺めているような感覚。これこそが今日の違和感の核心です。一見するとただの静けさに見えるものの中にこれだけの意味が隠れていたのです。考えてみれば、私たちの生活の中にはこうした場所がいくつもあります。昼間は人でにぎわい、夜は人だけがいなくなる場所。そこに残るのは壊れていない設備と消えていない光と止まっていない音だけです。正常であることが逆に不気味に感じられてしまう瞬間、この違和感に名前をつけるなら役割を失った明るさなのかもしれません。蛍光灯もテレビも受付もすべて壊れてはいません。むしろ正常に動いています。ただそこにいるはずの人だけがすっぽりと抜け落ちている。正常に機能しているのに何かが決定的に足りない。その感覚が私たちの背筋を静かに冷やしていくのではないでしょうか。これは裏を返せば、私たちが普段どれだけ人の気配に支えられて生活しているかという証拠でもあります。誰かが隣にいる。誰かが同じ空間で息をしている。その当たり前すぎる事実が場所の印象を大きく変えている。深夜の待合ロビーはそのことを静かに教えてくれる場所なのかもしれません。朝になればまた同じロビーに来、たくさんの人が戻ってきます。呼び出しのアナウンスが響き、子供が泣き、長い椅子はまた埋まっていく。あの深夜の静けさが嘘のように消えてしまう。でも本当はあの静けさは消えたのではなく、人の気配の下にずっと隠れているだけなのかもしれません。普段私たちが安心して座っていられるのは場所そのものが優しいからではなく、そこに他の誰かが同じように座っているからなのかもしれません。椅子の座り心地も照明の色合いも何一つ変わっていないのに、隣に誰かがいるかどうかだけでその場所の印象がこれほど変わってしまう。それは少し不思議で、でも同時にどこか納得できる話でもあります。私たちは思っている以上に互いの気配によってその場所の意味を作り合っているのかもしれません。もしあなたがこれから深夜の病院に足を運ぶことがあれば、椅子の並びを、テレビの音量を、案内表示の明るさを少しだけ意識してみてください。きっと昼間には気づかなかったその場所のもう一つの顔が見えてくるはずです。普段は素通りしていた場所が少しだけ違う輪郭を持って目の前に立ち上がってくるかもしれません。そしてまた昼間その場所を訪れた時、あの深夜の静けさがふと頭の隅によみがえるかもしれません。同じ場所なのに少しだけ違って見える、その小さな変化を面白がってもらえたら、今日この話をした意味があると思います。それこそが違和感考察ラジオが届けたい感覚です。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録で次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。